いつもご視聴ありがとうございます。今回もプロの方からのご質問をご紹介していきます。Android 端末において組み立てたら電源が入らない、効かないボタンがある、お財布機能が使えない、電波がつかまなくなったなどのお問い合わせについて、ほとんどの方が次のポイントで治ることが多いのでご紹介していきます。飛ばしたい方は目次をご覧ください。まず説明に入る前にこちらをご覧ください。Android 端末の内蓋によく見かける白い線がありますよね。この線は電波を受信するためのアンテナになります。こちらが割れてしまったりすると著しく電波をつかむことができなくなりますので、取り外しの時は注意しましょう。内蓋の裏側を見てみましょう。この内蓋だけでもいくつもの接点が存在しています。本体側の接点を見ていきましょう。赤く囲んでいるところが接点です。こちらのタイプはバネタイプなので土台を壊さない限りは問題はありませんが、接点の受けの方が黒ずんでいたりした場合は接点洗浄にて洗浄しましょう。続いてはこのようなスプリング端子は分解時に破損や押し込んでしまうことがあります。そのような時はスプリング部を広げて端子が接点と接触するように調整します。続いては電源が入らない事象についてです。こちらは Galaxy の S9 ですが、こちらの接点見てみましょう。この赤丸の部分が電源ボタンケーブルです。この部分の接点がついていないのでボタンが反応しないことが多いです。こちらはもともと内蓋や基板がネジで強く止まっている可能性が高く、緩い締め方ですと反応がありません。こちらはバイブレーターで、こちらが音量ボタンです。本体側を見てみましょう。こちらは電源スプリング端子です。側面からも見てみましょう。こちらのスプリングがしっかり立っていることを確認します。電源端子を直接起動させることもできます。金属製のものでこの部分に触れると電源が入ります。ただこれは他の部分には触れないように注意しましょう。借り付けの時に活用できる方法です。Android 端末で機能反応しない、起動しない時はスプリング端子とその受けである接触部分を確認してみてください。意外と目に見えない汚れで接触不良の可能性がありますので、接点洗浄剤を綿棒に垂らして少し撫でるのも良いです。プロの修理店様からのご質問でこちらのプロ談義シリーズが制作できておりますので、皆様のご相談、コメントお待ちしております。それではまたお会いしましょう。いかがでしたか？こちらのチャンネルは皆さんのご協力にて支えられております。動画を気に入っていただきましたらチャンネル登録よろしくお願いします。いいねボタンもお忘れなくお待ちしております。それでは皆さんまたお会いしましょう。